皆さんこんにちは。ブラックシップスの達也です。本日はスペシャル企画で、山本俊樹選手に、ウェイトリフティングを、教えてもらおうというコーナーになります。俊樹選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどういったトレーニング？今日は、セカンドプル、あとハイクリーン、あと弱点強化、この3つを、やっていきたいなと思います。僕去年の7月から俊樹さんに教わってスクワットを伸ばすっていう企画をやって、現在180キロから目標の200キロを超えて、今現在215キロまで伸ばすことができて、でこれをさらにその種目のスナッチであったりクリーンの強化につなげていきたいと思いますので、今回また俊樹選手に、たくさん、教えてもらいたいと思います。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。最初はどんな種目から？ボックスプルアップから始めます。はい。岡田君のハイプルは課題があって。そうなんです。僕クリーンのすごい苦手なポイントがあって、まずセカンドプルなんですけど、よくウェイトリフターの方って本当にこの股関節の付け根の部分でしっかりと下半身の力を伝えてこう蹴るじゃないですか。僕ここまで引き切ることができなくて、なんかこの膝上のすごい低い位置でこの蹴るっていうよりも当てるだけみたいな、当てて持っていけられなくて素早くこうしゃがみ込む。なかなかクリーンでその足の力を伝えきれないような感じがありますね。セカンドの位置が低くなってしまうっていうのを、今日はそのボックスからのハイプルで高い位置で蹴れるようにっていうのを意識していくと思います。はい。でポイントとしては、まず肩甲骨の位置肩甲骨の位置を、下からフロアから始めた場合、必ず肩の位置っていうのは前に出てしまって、それは仕方ないんだけど、ここから膝抜きをするときに肩のポジションがしっかりと寄せれてること、この前のポジションのままプルに入っていくと、肩がどうしても前に取られてるから、セカンドポジションが低い位置になってしまう。これを肩甲骨を寄せるだけで、これだけの高さの違いがある。確かに肩甲骨寄っただけでもバーベルのこの幅がかなり変わりますね。4、5センチぐらい変わってくるから、ここの膝越えてからこのセカンドポジションに向けて肩甲骨でしっかり寄せてくる。で若干肩甲骨を寄せると同時に少し腕がついてきてる。でこの肘を少し曲げるみたいな。あくまでも肩甲骨が動いて、それに合わせてこの腕が動くっていうのを意識して、セカンドポジションまで持ってくる練習をして、最初もうここのセカンドポジションまでで OK だから、何本かやってみよう。これってシュラックみたいなのとはまた違うんですか？シュラックは結構上方向のシュラックを意識する人が多いんだけど、そうすると今言ったのとまた全然違って、後ろ方向に引っ張っていきたいから、だからあくまでも肩甲骨をしっかり下げて、で寄せるっていうのを意識して、そう上方向では。じゃあそのシュラックみたいにこう肩をグッて上げるのとは違っても、下げたまま寄せるっていう感じですか？ゆっくりで大丈夫だよ。しっかり下げた状態。そう。で今肩甲骨だけで引っ張ってきたのを、次は上方向に引っ張りながら、ただ肩の位置はシュラックせずに足で引っ張ってくる練習。今はこのローイングする、こういった形でやってるんだけど、次は足もちょっとつけながら、自分が一番蹴りやすいポジションまで持ってくる。ちなみにちょっと質問なんですけど、スナッチのこの
セカンドプレーで蹴る位置とクリーンで蹴る位置って同じですか、それとも変わりますか？一緒なんだけど、もう単純に手幅が違うと一番いいポジションに当たってくるっていう違いで、クリーンでただ単純にぶら下げてるだけだと大体これだったらここら辺に当たるんだけど、スナッチは大体肩幅の2倍でできるから、そうなると普通に垂らすと自分の一番いいポジションに当たるんだよ。すごい、そう、これが狭くなってくると大体ここぐらいまで下がるから、大体これぐらい下がるんだよ。だから手幅が広いとスナッチは当たりやすい位置になるから、だからポジションは一緒、当たるポジション。はい、じゃあ次の段階行って大丈夫？はい、大丈夫です。じゃあ今一番いいポジションまで持ってこれてるから、次は足に乗せた状態で蹴り上げる。乗せた状た態だ一連の動作でやるんじゃなくて、少しこのゆっくりしてこの一番いいポジションでしっかりキープしてあげる。これを最初2本ぐらいイメージ作って、でここでキープした状態でっていう風にキープした状態で足に乗せて蹴るっていうのを意識していく。その時に意識したいのが、肩のポジションをしっかりと後ろでキープした状態で蹴り上げる。これが前にいかないで、肘の位置も前にいかない。そうすると肘の動きが肩前、肘前に出ちゃうと全部バーベルが前さばきになってしまって、このバーベルの軌道が円を描くように上がってくるから、じゃなくて全部後ろで、そう体の後ろで肩、肘が来るように。でそうすると体の近くをバーベルが通るから、スムーズにバーベルが上がってくる。それを意識してやる。床にバーベルが置いてある状態の時って肩が前に、そう、膝抜きしたここのポジションだから前にあるんだけど、そこから持ってくる。大体この膝抜きしたあたりからこの肘と肩の位置は後ろに持ってくる。そうだね、その意識で大丈夫で、最初2本さっきと同じイメージをつけて、でストップし一番いいポジションでストップしたところで引き上げる。今完全に肩と肘が前に取られてるから、これを常に後ろでさばく。1回目引いた時に、なんか自分のイメージしてたらかなりもう前の方にバーベルが上がりました。めっちゃ前に行ってるから、こういう感じでそうですね、バーベルが離れちゃってて、常に自分の体を通す。これ結構だからもう肩も肘も全部自分の後ろで、前でさばかない。自分が思ってる以上にもう前でさばいちゃってっていう感じなんですかね。だからもうここを常に進む感じでこうする感じ。これは重いのでやると絶対できないから、軽いので何回も反復してやる。はい、肩甲骨を後ろに寄せる、ここにキープした状態で蹴り上げる。このもう思いっきりもう寄せた状態で、そう動きがこういう感じ。ちょっとここら辺の動きちょっと詰まりもあるから。これ結構体硬いですね。そうだね。このでも野球やってたから多分肩甲骨周りは柔らかいはずだと思う。いや硬いっす僕。こういうふうに腕回しをしっかりしてやっぱり動き作っていかないと。ここで後ろにちゃんと引けるかどうかで、これ変わりそうですね。めちゃくちゃ。この肩の位置が3センチ前に行くと、その分バーベルも3センチ前に行くから。でもこれ前に出ちゃうともう10センチぐらい前に出ちゃうから、常にもう3センチ10センチってかなり変わりますね。そう体感だと。その位置をキープして。
感じでもいい感じですね。ただこれ40キロだから全力で動いちゃうとバーがこういうふうに暴れちゃってまたコントロールできなくなるから40キロの時は40キロに必要なだけの出力を出したい。蹴りすぎるともうちょっと上まで行きすぎるから、ここまで引く必要なくてここで返すから、自分の鎖骨もしくは喉仏ここの位置に向けて引いてあげる、それだけで十分だから、ここまで引く必要ない、ここまで、あとはこうやって返すだけだから引くポジションはここまで。1種目目からこの肩甲骨を寄せるっていうのを意識してやってると、なんかその背中の筋肉をめちゃくちゃ使ってるような、ここら辺でしょ。いや、そうですね、もうこの懸垂で使うところがそうだね、すごい使われてるような。下の部分が張ってくるから、ここが使えるようになるといいクリーンができるようになる。ちなみにこの背中の力を伝えるために、なんていうか、その小指の方に力を入れた方が良かったりとかってしますか？そうだね、小指から絞ってくる形で。小指から絞る。そうだよね。肘の面が前に向く感じで絞ってあげるといいかな。こう前に。そうそう。そうすると肩が後ろにこういうふうに向くから、そう自然と寄りやすく。必要な分だけ引いてあげる。今ちょっと高さが出過ぎちゃったから、ここ通過した後もここまでは綺麗に上がってるけど、この後また離れちゃってるから、じゃなくてこの分はしっかり引き寄せてここまで引かない、ここの鎖骨のライン、鎖骨のライン、全然感覚が違いますね。大体前さばきで、そうですね、今思えば前にさばいたこの前に行ってしまったバーブに合わせて自分が迎えに行く形だから、ちょっと上体も倒れて、でこのニータッチして前に怪我したじゃん。怪我しました、そういうのを少なくするためにこの自分に引き寄せて、で上体が立った姿勢のままキャッチできる、自分から迎えに行かないように、そうするとこのニータッチする確率も増えるから。じゃあこう、なんていうか、この潜り込んで取りに行くみたいな感じでもないってことですか？引き上げたバーベルをしっかりバーベルに力を伝えて、その勢いを殺さないまま自分がその下に入るだけ、自分が入りに行くんじゃなくて、そう完全に今までのやつはもういかにも早くそう目いっぱいこう動くんじゃなくて、常に自分がバーベルよりも優位な立場で常にコントロールし続ける立場にいることが重要で、このバーベルが引きすぎて暴れちゃったのに対して自分が迎えに行くとか、そういうのは一切なし、自分の方に引き寄せる。いや難しいですね、まだなんか。で蹴った後にもう一つアドバイスするとすると、伸びてる時間が長いから、そうじゃなくて一瞬で伸びて、もう次キャッチ動作のためにお尻を引き始めて、この姿勢でプルができる、まだちょっとお尻が前に残ってるから、あ、そうですね、そう、この自分が反った状態でバーベルが近づくんじゃなくて、もうお尻蹴ってお尻を引き始めたところにもう自分がこのバーベルを引きつける、こういう風にならない。いや、あんだけ座ってやってるから50、60ぐらいできると思うけど。いいです、そんなにいけますか？だって210だっ215キロですね。け215でしょ。200キロやったら大体160弱できるから、160弱できるですね、だからまあ150、50、まあここが改善できれば60ぐらいはできると思う。いや全然想像できないですね。僕この間ニータッチしたら120でニータッチしてましたからね。そこの技術が追いついてくれば絶対できるから、
まあ、科学は本当にここだけだと。いやー、これは絶対にちょっと覚えたいですね。いいね、良くなってきた。わかりました。あー、でもあと数センチあるからそこを埋めていこう。悔しい。もう少し高くっていう。あ、高さはでももう今の感じでいい。あ、そうですね。その体との距離。そう、距離。この肩のポジションを後ろに持ってくるじゃん。蹴る瞬間に。はい。で、蹴った後、さらにこの引きつけるのを意識しよう。蹴った後もまだこうさらに伸びるっていう。さらに後ろにキープ。いい感じ。感じですか。ちょっとだけ上げようか。わかりました。5キロで大丈夫。5キロ上げると変わるから。力が入りすぎるのって良くないですか。そう、自然に引っ張ってきて、力みっぱなしだとまた勢い殺しちゃうから、このガッチガチに固まってる状態でいくらこの跳ね上げても、この固まってる腕が勢い殺しちゃうから、一番いいポジションまで引っ張ってきたら、あとは一回リラックスして、でコントロールする。コントロールちょっとこの力みが強いかもしれない。ちょっと意識しすぎて力んでましたね。だから一番いいポジションまで持ってきたらリラックスして次足の方に切り替えて、で蹴り上げたらそのスピードを殺さないように前後のコントロールだけを肩甲骨でしてあげる。ちょっと難しいけど、そう。いいね、なんか掴んだね。なんかね、イメージがいい感じ。できてきました。いい感じ。さっきよりも良かったです。いいね。最初の1セット目とは全然違う。全然違います。いや、けどなんか僕もなんか感覚がすごい馴染んできたというか。あと2セットやろう。あ、そうですね。わかりました。あそこ2セットやったら9時。はい。ほぼ掴んだ。最初の1本目、2本目のローイングは力入ってそこのイメージのまま引っ張っちゃうとどうしても固まっちゃうから、また別物として捉えていいから。あ、わかりました。まだちょっと多少ばらつきがあるんですけど。そうだね、高さもちょっと引きすぎちゃったりとかあるから、そこは次のクリーンで修正して。わかりました。高く引きすぎちゃってる時は次高いところからキャッチした時にこの落下があるから、それで気づけるようになるから、だから引きすぎたなっていうのはちょっと次のセットで出力を抑えてとか、そういうふうにコントロールしてやっていこう。クリーン行こうか。はい。40キロいいや。はい。次クリーンでさっきのイメージで軌道も一緒で、最後は肘返すだけで、次はキャッチ動作が入るから、さっき言ったようにあまり伸びすぎないように、すぐに蹴ったらお尻を引いてキャッチ姿勢に入る。ここからさっきの取るからこの姿勢まで一瞬で持っていく。
でこの時に気をつけたいのが、さっきプロの時にこの前後の距離じゃなくてこの上の高さが出過ぎちゃってた時のダメなパターンが、こういうふうに高いところから落ちてくるから、じゃなくてもう鎖骨のところで返す、一瞬にして、そうすると落下がないから、ここから落ちてこないように高さをしっかり合わせる。でこれ40キロだから多少落ちてきても全然対応できるんだけど、例えば今後130とか40、50とか触ってきて、でこのボトムでキャッチした時にこの数センチがかなりの負荷になってくるから、だからここは本当に気をつけてやってほしい。結構そんなに変わるんですね。このポジションから次スピード出して返していく。そう。いい感じ。まだ最初の数本は少し落下してたから。そうですね。これやっぱその重量によってその必要な力とかって変わってくるじゃないですか。これなんていうかもう本当に本数をやって体に覚えさせるみたいな感じなんです。そうだね。もう感覚的な部分になってくるから、もうこれ数値化できないから何パーセント出すとかじゃないから、もう自分の体が勝手に反応するように。でも今1セット目にしてはいい感じで動けてるから。いいね。いい感じ。でもう少し低い位置で取れるようにしよう。低い位置で、高い位置だからもう少しだけ低い位置。低い位置になってくるとその分低いポジションだから蹴りすぎると自然と高くなってしまうから。そうですね。まだ若干つま先の方にキャッチの時に乗ってるから、これが足裏全体に乗るようになってきたらもっと良くなる。足裏全体。前行くでしょ。前行きますね。そこもピタッと止めて。いいね。やっぱりちょっと踏み替えた方が安定するから。いや40、これちょっと。でも40でできないものは100キロになっても120になってもできないから。もうこれで完璧にできないと。そう今ここでできてるっていうのはすごい大きいと思う。少しずつ重量を上げて慣らしていくだけだから。確かになんか普段のトレーニングで重さ上げてって結構重くなってから、やっぱりこうしたいなと思っても変えられないですね、そうだよね。いつも。いや俺も試合前とか高重量触ってる時に、昔だったらコーチとかにちょっとここを直した方がいいよって言われても、もう高重量触ってるしみたいな。だからなるから本当に重要な練習ってこういうのなんだよ。普段からそう軽い練習の時に心がけて、でそれをしっかりいつでも動けるようにしていくっていう。いつもけどなんかトレーニングしてる時とかも、ウォームアップでこの重量やるじゃないですか。正直めっちゃ適当にやってます。そうだよね。けど飛ばしちゃうよね。ここ一番大事ですね。だから俺も試合の時とかも一番シャフトとか次つける50とか60キロをめっちゃ丁寧にして、でそこでその日の調子いいか悪いかっていうのを判断する。そうなんですね。そう
そうですね、普段低い位置でいけるから、たまにスナッチで当たるんですけど、クリーンで当たったことなかったですね。早く蹴ろうとしすぎると骨盤が前に出てくるから、そうするとアクシデントが起きる。最後まで我慢して一番いいポジションまで来るのを我慢しておく。急ぎすぎるとこういうふうに突き出しちゃうから。なるほど。クリーンで当たったの初めてですね。でもクリーンの方が当たるよ。クリーンの方が当たります。クリーンの方が当たる。もう俺も何年も当たってないけど、学生の頃とかしょっちゅう当たってたもん。しょっちゅう当たりますね。マジでしょっちゅうというか、たまに当たっても、その日もやる気がなくなりますね。けどなんか、うまくここで、今ちょっと急ぎすぎた。そう、急ぎすぎてるから、まだ軽いから、状態が起きてくるのが早くて、こういうふうに骨盤が前に出ちゃってるから。蹴るときって、別にその骨盤が前に出るっていうわけではない。俺はいつも言うのは、もう前に壁があると思って、その前の壁を壊さないように、中国人選手とかの動画見すぎちゃってる人とかは、ここからさらにもう一段階蹴り上げようとして、こうやって突き出すんだよ。そうすると、もう骨盤が後傾しちゃって、力が入らない状態から、次、キャッチ動作に入ってくるから、この突き出した状態から、この引いてくるまでのこの距離が長くなると、キャッチ動作が遅れちゃうんだよ。だからよっぽどテクニックが長けて、この入りが速い選手じゃないと、そこはなかなかうまくできなくて、だから基本はもう前に壁を作って、その前の壁に当たりそうなところでもう切り返して、次の動作に入っていく。スナッチもそうだし、クリーンも一番こう伸びきったところでもう返すっていうのが一番理想的だと思う。だいぶ最初の頃よりちゃんとここに力が伝わってる感じがしますね。すごいなんか当たりますね。俺もたまにね、これ練習終わった後クリーンとかここ赤くなってるから。こう赤くなりますか。そんなもうギリギリというか、フルの練習してても当たるし、クリーンしてても数回ここ当たるから、ここのなんかちょっと骨出っ張ってるとこが赤くなったりする。そこまで近づけれるようになるといいかな。初めてここに当たりましたね。じゃあ次、弱点強化いこうか。お願いします。どこしたい？弱点強化。やっぱりここ。いや、そうですね。やっぱりなんかこのセカンドプル、ここが一番弱点なのかなと、この蹴る位置が低く。じゃあもうさっきのポジションからローイングのトレーニングで背中を鍛えるっていうのをやっていこうか。わかりました。全くさっきと一緒なんだけど、この膝上のポジションから肩甲骨だけを寄せてくるっていう。そうですね。これをどんどん重量をつけてやっていく。で、重量をついてくると最初の初動でグッと引き上げて、足も一緒に引き上げて、でこういうふうにリズム感にやってもいいから、もうこれをどんどん高重量でできるように。苦手な部位は何回もこうやって反復して習得していく。これをじゃあ、これ実際によくボディービルトレーニングでベントオーバーローってあるじゃないですか。これとはまたちょっと違いますか？でも一緒なんだけど、でもこれはその自分のウエイトリフティングの動作に合わせた強化。もっと言ったら、ね、これフロアに置いて上体倒してこの姿勢でこうやった方が効くは効くんだけど、でもちょっとウエイトリフティングの動作に遠いから、自分の動作骨格に合わせて引っ張っていく。もうその
のウェイトリフティングの動作に合わせて足を若干使ってそうちゃっても大丈夫。初動は足でちょっと勢いつけて、でそれで背中で引っ張って苦手な動きは細かい動きの中で習得している。この一連の動作で習得しようと思ってもなかなか無理だから、これとかはもう引いてる距離これぐらいだから、そうですね、短い距離の中で習得していく。結構やっぱこういう細かい種目って今までやってこなかったんで、もう全部もう下から上までやってっていう練習だったんで、逆にこのトレーニングの他に短い距離でトレーニングするんだったら、ジャンプが苦手でディップが崩れやすいって人はもうこのディップ動作だけをひたすら繰り返す。ディップ、そうですね、ディップちょっと今回の趣旨とは変わるんですけど、僕もジャークがディップめっちゃ苦手だ。そうだよね。もうダークも全部膝から潰れていくから、もう力が入らないディップになってるから、なんか10発に1発うまくできて、なんか綺麗に刺さるみたいな感じです。だからもう苦手な部位は一連の動作ではなくて、もうその部分部分で習得していく。結構なんか重くなってくると、結構腕を使ってるイメージが出てくるんですけど、どうですかね。自然に入ってくるから、もちろん重量が入ってくると、引っ張ると二頭筋入ってくるから、それは全然問題ない。10以降が、はい、結構この種目はどんどん重くしていって、自分の、クリーンベストぐらいまではできるかな。クリーンベストで10発ぐらい。ただその場合はもうほとんど足使ってるんだけど、最後のこのポジション作りだけ引っ張ってくる。姿勢、なんかボックスデッドリフトも近くなってくるよね、最後。でもそれでも問題ないから、どんどん10発ぐらいでやっていくのがベストかな。1、2、3、4、5、6、綺麗だね。それだけでしょ。もちろん回数重ねてきたらきつくなってくるんだけど、でもポジション作りはうまくできてる。なんか重くなってくると、この背中で引き切れてないような感じが。その分は引き出しの初動でしっかりとスピードつけて、最後なるほど、引っ張ってくる感じで、足で、足っすよ。もうほぼボックスデッドになってもいいから。そうです。もうボックスデッド。そう。初動早く、その勢い殺さずに最後しっかり寄せてあげる。引き切れて。これラストぐらいかな。わかりました。うわ、背中がここまで引くんですね。今の10発だったらいい感じかな。まだ甘いけど、回数重ねていけばもっと良くなるから。はい、ということで、としさん本日はありがとうございました。ありがとうございました。今回クリーンの、セカンドプール、僕の苦手なセカンドの位置をちゃんとしっかりと足の付けの高い位置に持ってこれるようにっていう、苦手を克服する、練習ということでやらせていただきました。これに関しては僕がそのウェイトリフティングを、クロスフィット始めてから初めてウェイトリフティングやったんですけど、この種目をやるようになってからまた数年、永遠の課題というか、なんかスクワットが正直1レップマックスが150キロの時と現在215キロで、そんなにクリーンのこのセカンドの強さが変わってない、正直。
まあ、キャッチさえできれば立つ力はもちろん上がってはいるんですけど、セカンドが全然強くなってこなかったので、まあ、これをしっかりと習得して記録アップにつなげていきたいと思います。今日やった種目っていうのはもう基本的に一番やりやすいポジションからのこの膝上からでやってで、まあ、肩のポジション、これを作るのと、あとはクリーンでしっかりお尻を引いてで上体が立った姿勢でキャッチをする。で多分あんまり練習の種目としてはやらなかったと思うんだけど、ボックスからのローイング合わせてデッドリフト、ここのやっぱり部位は多めに取り入れた方がクリーンは著しく記録が伸びていくから、だから練習の頻度としては怪我なくで量を積むにはこの練習が一番ベストだと思います。なかなか今までデッドリフトとこのローイングって別物としてなんかずっとやってて、こういうの連動させてやることがなかったので、ちょっとこれからの練習にたくさん取り入れていきたいと思います。また次回ですね、スクワットであったりとかで、あとはスナッチ、あと今回はできなかったジャークとか、なんかまた種目をとしきさんに教わっていきたいと思います。了解しました。でまた今回僕がこのように自分の苦手の克服としてやらせていただいたんですけども、またその SNS でちょっと質問のコメント来るかと思いますので、またそれを合わせてお聞きしたいと思います。わかりました。はい。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。